ホテルヒルベルトには、加算無限個の部屋がある。加算無限個の部屋？ 1 号室、2号室、3号室。という具合に、果てしない数の部屋がある。なるほど。現在、1号室には客1、2号室には客2。という具合に、すべての部屋が埋まっている。どこからそんな数の人が来たの？さて、ここに新たな客が訪れた。満員だよ、帰って。実は帰る必要はない。そうなの？すでにいる客全員に、一つ大きい番号の部屋に移ってもらう。そしたら誰も追い出さなくても1号室が開くのか。この調子で、有限人なら何人来ても対処できる。そうだね。無限人来たらどうなるんだろ。とりあえず、先客に番号を振り直しておく。新しく来た客にも番号を振る。これで全員入れられるかってことだね。入れられるか？わかった。もう部屋にいる人に2倍の番号の部屋に移ってもらえば、奇数号室が全部開くから、そこに入ってもらえばいいね。そうだな。じゃあ、もう一回番号を振り直して、もっと客が来る場合を考える。もっと？加算無限大のバスがやってきて、それぞれのバスに加算無限人乗っている。その世界、人口多すぎない？さて、今回は全員に部屋を用意できるか？できた。気がする。見せてみろ。もうホテルにいる人たちと、バスで来た人たちに、こんな風に番号をつけるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ああ、もういい。それで、その番号の部屋に行ってもらえばいいよね。そうだな。じゃあ、もっと客が来る場合を考える。もっと？長さ1の宇宙船が来て、0より大きく1より小さい実数座標それぞれに宇宙人が1人いる。は？それって物理的に無理がない？それを言ったらホテルの時点で無理があるから、目をつぶる。まあいいよ。さて、今回は全員に部屋を用意できるか？これは無理かも。試しに、彼ら全員に部屋を割り当てることができたと仮定する。やっぱり無理なのか。1号室の人、2号室の人、という順に、彼らの宇宙船での座標を上から下に並べる。そういう風に並べられるってのが仮定だよね。そうだな。細かい話をすると、例えば 0.5 は 0.4999 とも表せるが、そのような数の表記はどちらかに統一しておく。さて、次のような座標を考える。まず、1号室の人の座標の小数第1位を見て、それが1でなければ、小数第1位は1にする。1だったら 2にする。同様に、2号室の人の座標の小数第2位を見て、小数第2位を1にするか2にするか決める。じゃあ、小数第3位は、ここが1じゃないから 1？ そうだな。これを繰り返して、一つの実数座標を得る。この値は0より大きくて1より小さいな。0.1 より大きくて 0.3 より小さいね。ってことは宇宙船の中だから、そこにも宇宙人がいて、部屋をもらったのか。それは何号室だ？小数第1位が違うから、1号室ではないね。小数第2位が違うから、2号室でもなくて、何号室でもない？というわけで、全員に部屋を割り当てることができた、という過程は誤り。このホテル、無限だけど何でもは入らないのか。実数全体の集合など、加算でない無限集合を非加算集合という。0から1まですら入らないんだから、全体も無理だね。というわけでホテルヒルベルトは閉館した。ご視聴ありがとうございました。